ハピラボ。皆さんどうもこんにちは。修理で壊す確率70%、かきさんです。今回はこちらの修理をやっていきたいと思います。はい、RTX2070 です。こちらは視聴者さんからいただいたものになるんですが、その時の回想はこんな感じ。さて、今日は何やろうかな。とりあえず Twitter でも見るか。DM が来てる。なんだろう？やっほー、かきさん。バイオス焼き直し、ヒートガンでコア焼きしても治らなかった RTX2070 の修理トライしてみない？保証期間切れてて、いただき物だから修理も出せないしさ。あざます、あざまーす。ネタになればと思って。あざまーす。ということで今回はこちらをやっていきますよ。まあタイトルとサムネでわかると思いますが、今回は完璧に失敗回です。まずは今回いじっていくグラフィックボードの簡単なご説明。MSI のアーマーという名前のグラフィックボードになります。こちらは RTX2070 なので動けばまだまだ使えるグラフィックボードとなります。一応視聴者さんからいただいた情報では、コード43とブロックノイズが出るということ、それにリフロー失敗品ということです。視聴者さん自体も壊れたものをもらったみたいなので、まあ間違いなく動かないでしょう。それではまずは中身の確認からやっていきますか。いやー、箱がしっかり付属しているグラフィックボードっていいですよね。皆さんは商品の箱って取っておく派ですか？私は結構しっかりと取っておく派なんですよね。まず、開封して出てきたのは保証書とかの紙類。保証書は販売店が無記名、購入証明がなかったから使えなかったのかもしれないですね。一番最初の所有者さんはフリマサイトで買ったのかな？そしてあとは本体となります。本体表面はプラスチックだけど意外とかっこいい。グラフィックボードの装飾ってこんぐらいでもいいのかもね。ここの白いラインがアクセントになってますね。まあ、これはジャンク品ですけどね。ジャンク品の外観紹介なんていいか。とりあえず目立つ大きな傷はないし、端子部分の汚れとかもなさそう。まあ一応ここの清掃もしてみよう。補助電源は8ピンプラス6ピン。ここも特段問題はなさそう。あとは聞いていた通り、分解はされているようですね。保証シールが破れています。それではまずは動作確認からやっていきましょうか。それではこちらのグラフィックボードを搭載していきたいと思います。ちなみにテスト環境はこんな感じ。動けばベンチマーク等も測りたいなと思って、結構強めな構成でやっています。まあ、最初に失敗って言っちゃってるからわかると思うけどまともに動かないんだけどね。しっかりと補助電源のケーブルもつけたので、早速起動確認をしていきましょう。それではスイッチオン。とりあえず電源は入りました。あとは出る映像がどんな感じか、はたまた映像が出ないのか、少し様子を見ていきましょう。はい、映像が出てきました。立派なブロックノイズが出ています。これはコード43とかでよくある症状だね。このままでは使えないですね。ドライバーをしっかり入れても症状の改善はなし。ロム焼きを行っても症状は変わりませんでした。CPU-Z を見ていて一点気になる点が、メモリ周りが認識していない気がする。これはメモリコントローラーの不良なのか、メモリのチップ自体が壊れているのか、素人の私には全くわからないので、とりあえずお手入れからしていこうと思う。まずは端子の洗浄から、いつも通りクイックドライクリーナーを染み込ませた綿棒で清掃をしていきます。表と裏の両面を清掃して、その後石鹸復活剤を塗布しておきます。再度組み込んで起動させてみるも、悪化してる。症状は良くなりませんでした。まあここまではまだ小手調べ、まだ焦る段階ではありません。それでは次は分解に入りましょう。まずはバックプレートの取り外しですね。バックプレートのネジの数は全部で10本。まずはこれの取り外し。バックプレートにはサーマルパッドもついてるので、かなり粘着力がありますね。バックプレートが曲がりそうで怖かった。とりあえず剥がれたので開けてみましょう。バックプレートにはこんな感じでサーマルパッドがついていました。サーマルパッドの粘着力ってなんでこんな強いんだろうね。とりあえずこのサーマルパッドも剥がしておきます。このくらいの状態だったら再利用しても問題なさそう。次にブラケットの取り外しですね。ここは合計でネジ7本かな。そういえば、端子を見てみたらタイプ C があった。モバイルモニターとか、タイプ C 出力があるモニターを使うには便利だよね。よし、ブラケットの取り外しも OK。
あとはファンとヒートシンクの分離ですね。基本的には裏のネジ4本で外れると思う。あと、ここのコネクタ忘れてました。これも外さなきゃだね。これで開けることができるはず。こちらもやっぱりサーマルパッドの粘着力が結構強いですね。ゆっくりゆっくり開けていきます。よし、開いた。中にコネクタがもう1箇所繋がっていました。LED のコネクタだね。これもしっかり外して。よし、OK。基板側にサーマルパッドが残っているので、これは後ほどヒートシンク側に移しておきます。とりあえず余計なサーマルパッドの残骸などを掃除して基板をきれいにしましょう。掃除後の見た目はこんな感じ。特段目立った破損などは見つかりません。個人的にはメモリを疑っています。ここの8枚ですね。これかもしくはメモリコントローラか。そこら辺が悪さしてそうな気がします。多分ここのコアは問題ないんじゃないかなと思う。知らんけど。では今回はまずは、水洗いをしていきたいと思います。某有名 YouTuber に真似て水洗いの歌でも歌おうかと思いましたがやめました。吹き込みしたんですが恥ずかしくなったのでやめました。ここからは水洗いシーンをしばしお楽しみください。ということで、水洗いをして外でしっかりと干しておきました。だいたい1週間程度乾燥させたかな。とりあえずこの日はチャリの前かごに入れて乾燥させておきました。この日も天気がいいのでチャリの前かごで外干し。もうかなり長い時間放置したから大丈夫でしょう。完璧に乾燥できていそうです。これを組み込んで再度動作確認をしてみます。ホコリなんかでショートしてた場合は、洗ったことで良くなるなんていうこともあるし、ちょっと期待してやってます。しかし、結果は相も変わらずブロックノイズ。まあ、そうだよね。これで治ることはありませんでした。それでは次は、リフローの作業をやっていきましょう。今回はメモリが怪しいと思うので、この部分をリフローしていきたいと思います。チップ部分にフラックスを塗布して、ヒートガンで一つ一つ熱を入れていきたいと思います。今回フラックスはジェル状のタイプのものを使用します。チップの周りにたっぷりと塗っておきました。フラックスを塗布した後、ホットプレートで軽くプレヒートをしてあります。その後ヒートガンでチップを一枚一枚加熱をしていきました。一応、非接触温度計を使用してチップの温度を計測しながら加熱をしていきます。とりあえず今回はこの8枚のチップを加熱してみることに。加熱後は20分ほど放置して温度を下げて、清掃の後動作確認をすることとします。清掃は無水エタノールで行います。とりあえずこんな感じで一通りリフローしたら終了。その後もう一度組み込んで動作確認をしてみたところ、相も変わらずコード43、ブロックノイズもなくなりません。となると原因はコアなのかと思い今度はコアを熱してみることに、コアにもフラックスを注入して、専用のノズルをつけてリフローを行いました。コアが鉛フリーのハンダでも溶けるぐらいの温度まで上がったことを確認してリフローを終了。冷却して再度組み込みをしましたが、相も変わらずコード43、3度目の正直とはなりませんでした。ここで、意を決してメモリツンツン作戦に移行することに、完璧にハンダが溶けてるのを確認しながら、正しい位置にチップがつくように一枚一枚ツンツンしていきました。どういう原理かは知らんけど、ツンツンするといいらしいです。ツンツンするとプルンプルンなります。それが合図らしい。皆さんも覚えておきましょう。ツンツンするとプルンプルン。大事なことなので2回言いました。しかしこの後悲劇が、冷却と清掃を終わらせて、再度動作確認をするために組み込みをしました。これで治ってるといいな、という甘い願望を持ちながら組み込みをしました。やっぱりグラフィックボードは一筋縄ではいかないわ。原因の追求が難しいですね。どこが壊れてるって確実にわからないと、なかなか直すのは難しいね。そんなこんなで組み込みも終了したので再度動作確認。スイッチを入れてみたところ、なんと奇跡が起きませんでした。それどころか悲劇が、映像が全く映らなくなってしまいました。いやー、熱を加えすぎたのがいけないのか。今回は反省点ばかりです。症状から辿ってやっていたつもりなんですが、動画を作りながらメモリーコントローラーが怪しいな、とか、
あそこだったかなとかの後悔ばっかりです。全く映らなくなるまで壊してしまうとは、いただいた視聴者さんに申し訳ない。ということで今回は惨敗ですね。今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた。バイバイ。悔しいなぁ。やけ酒かも。